こんにちは、高橋です。今回は孤独死現場の特殊清掃と呼ばれる現場を紹介したいと思います。場所は埼玉県内のアパートの一室、大家さんからの依頼でした。今回の依頼は、もともと大家さんから住んでいた住人が失踪して行方不明になり、残された家財を処分してほしいというものでした。現場に到着し、大家さんが玄関の扉を開けると、典型的な孤独死の刺繍がしました。そのことを伝えると、家の中はすでに何度も立ち入り確認していて、誰もいませんとのことでした。非常に強い刺繍だったため、部屋のどこかに遺体があるのではないかと思いつつ、見積もりを始めました。ちなみに私は今まで犬、猫、ネズミ、カラスなどたくさんの腐敗した動物の死骸を片付けてきました。人間の腐敗臭は動物のものとは異なり、非常に独特なものです。そのため見積もりでは人の遺体がどこかにあるのではないかと、トイレ、お風呂、押し入れや戸棚は慎重に扉を開けました。また部屋の中にハエが飛び回っているのも遺体があるのではないかと思わせました。一番奥の部屋には寝室がありました。寝室は薄暗く、刺繍は一層強く感じました。よく見ると、ベッドと洋服タンスの隙間にこんもりとしたお布団が挟まっており、もしかして遺体がそこにあるかもと思い、私は布団をつかみ引っ張りました。部屋は薄暗く、はじめは布団の下にあったものがよく見えず、何か分かりませんでした。おぼろげに見えていた形が真っ黒に変色した死体だったことが分かった瞬間、私は声を上げてしまいました。たくさんの現場を見てきて、もう驚くこともないだろうと思ってました。リストカットによる血まみれ現場、猫の死骸数百匹の現場、首吊り自殺の現場、排泄物にまみれた現場、人骨が出てきて警察に来ていただいたこともありましたが、人間の腐乱死体を見るのは私の人生でも初めてのことでした。私はすぐに落ち着きを取り戻したものの、大家さんは腰を抜かさんばかりに驚いておりました。私は大家さんに代わり110番をし、警察や消防の手配をしました。ちなみに同様のケースに遭遇した場合は、119番ではなく110番に電話してください。110番に連絡し、状況を説明すれば、警察がレスキューに連絡を入れる仕組みになっているそうです。気を回して最寄りの警察に連絡すると、管轄外ですと言われる場合があります。110番をした後、レスキューからすぐに電話があり、本当に亡くなっているか確認したいとの話がありました。レスキュー隊からは、倒れている人の肩を叩きながら名前を呼びかけ、息をしているか確認してほしいと言われました。この依頼は決まり事なのでしょう。私からは、倒れている人は真っ黒に変色し、虫が湧き、絶対に亡くなられていると伝えても、何とか確認してくださいと言われました。腐敗した遺体の肩を叩くことはできませんでしたが、通話状態のまま遺体に向かい、大声で名前を呼ぶと OK をもらいました。しばらくして警察とレスキューが到着。私は簡単な事情聴取を受けただけでした。レスキューはすぐに帰り、警察は現場でしばらく捜索をした後、若い警官が遺体を遺体収納袋に入れました。警察は2時間ほどで帰り、その後1週間ほどで事件性なしとの連絡が大家さんに入り、改めて見積もりを行うことになりました。これが今回の見積もりを行うまでの経緯となります。では早速現場を確認してみましょう。現場の窓にはハエがたくさんたかっていますが、これはまだ少ない方です。室内に入ります。この瞬間はいつも緊張します。一番奥の寝室で亡くなられていました。映像では伝えきれませんが、かなりの悪臭です。ここが寝室です。
閲覧注意となります。ここで亡くなられていました。これらが遺体にかかっていた布団です。これで夏場の死後2、3週間となります。警察の捜索で部屋が若干荒れて見えます。ここかしこにハエがいます。作業当日です。はい、こちらが亡くなられていた現場になります。警察の方がお布団ちょっとどかしちゃったので、お布団がこちらの方になりますね。このお布団が遺体の上にかかっておりまして、で頭がこちらの方の手前側にありまして、で胴体が足とかが奥の方に向いてありました。では今日一日でここをなんとか片付けていきたいと思います。はい、頑張ります。まずはハエを退治してしまいます。ハエの数が多かったり、事前に受注が決定している場合はバルサンを焚きます。早速片付け開始です。では
孤独死された部屋の片付けを開始します。そうですね、もう体液がびっしりついちゃってますね。見てください。渦が湧いてます。渦が湧いてますね。あ、もう死んでる、ウジも死んでるんですね。あ、生きてる渦ですね。あ、本当だ。こちらとこの毛布とこちらの布団が遺体にかかっていました。で、警察が遺体を回収するときに、ここから回収するときにお布団をどけてここまで持ってきたんだと思います。なので、おそらく、あ、そうですね、もう遺体の体液がびっしりついちゃってますね。これもお布団です。布団を袋の中に入れていきます。お布団の袋詰めは作業工程の中でも非常に大変なものの一つとなります。強い刺繍に加えて厚手の手袋越しにも伝わってくる体液の油のぬめりを辛く感じてしまう時もあります。で、私がこのお布団を剥がしたら遺体が出てきました。なのでまだやっぱり遺体の跡ですね、ここら辺。たくさん出てきてますね、ウジが。で、ここにもうなくなって、ここでなくなってたわけですね。おそらくこれに一番ついてる、そうですね、そうですね。ああ、ウジがかなりいますね。かなりウジが湧いてやってます。あとここに落ちているものを回収していきます。遺体があったまさにその場所であり、全てが体液まみれなので作業開始時にちょっと気合が必要です。また人が亡くなっていた場所の上を歩かざるを得ないので、いつも申し訳ない気持ちになってしまいます。おそらく苦しんでベッドの外に放り出されたのかなって感じがしますね。入れ歯が出てきましたね。この方が亡くなってから歯型を照合したりとかいろいろあったので、しなくてはいけなかったので、警察が一回入れ歯を捜索に来たっていうことがありました。なんかハエのウジをなんか踏んづけているブチブチとした音が聞こえてきて、遺体があった場所の上を歩くとウジやさなぎを踏みつぶし、その感触が伝わってきます。
また体液の油のぬめりやベタつき感も足に伝わってきます。家具を解体します。これ意外と重い。全部体液のが固まったやつです。あ、これなんだか、宇治とかですね。宇治がかなり湧いてます。はい。おい。畳を剥がします。これは重量のある本畳でした。必ずこういう隙間から下に体液が流れていって、下の洗い板、もしくはコンパネ、そしてその下にまで体液が流れ込んでます。ありがとうございます。そして片付けは無事に全て終了。翌日から消臭作業に入ります。体液が付着した部分を消毒します。事情により消臭作業はプロセスの多くを省略して紹介しております。刺繍が付着した壁紙をすべて剥がします。体液が染み込んだ床板を取り除きます。
床板の反対側まで体液が染みているのがわかります。はい、床板を剥がすことができました。で、剥がし終わった後なんですが、一番汚れていたここですね。ここが一番汚れていた部分なんですが、その真下がちょっとこのようになっておりますね。おそらく体液が土にまで染み込んで腐っていったんじゃないかなと思っております。腐った土をかき出します。床下の土は想定外だったので、金属製スコップを持ってきておりませんでした。床下も刺繍が残っているので、しっかり消臭します。そして刺繍がついている部屋の中すべてを拭き上げていきます。この後、窓も外し、窓枠に溜まったハエの死骸もすべて処分、きれいにしました。強力なオゾン生成器になります。この機械の力もあり、すでに刺繍はほぼ消えております。エアコンも外しました。そして消臭作業も終わりました。はい、どうも高橋です。すべての作業が終了いたしました。消臭作業も終了いたしまして、もう全く匂いません。思えば初めてここの現場にお伺いした時は、行方不明者の家財処分のお見積もりとのことでした。まさか家の中で人が亡くなっているなんて夢にも思っていませんでした。いろいろな意味でたくさんの経験を積み上げることができました。しばらくは戸惑いを隠せず心配そうにしていた大家さんもすっかり元気を取り戻しました。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はこれで終わりです。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。一生懸命にお部屋を片付けきれいにしました。匂いもすっかり収まりました。安らかにお休みください。